はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっと調理器具の話をしていこうと思っていまして、テフロンのフライパンは危険ですっていう話をですねしていきたいと思います。テフロンってですね、テフロン加工っていうものなんですけれども、テフロンっていうものが危険、テフロンのフライパンが危険だっていう噂とかは聞いたことがあるっていう方も多いと思うんですけれども、テフロンイコール、フッ素樹脂加工というものなんですが、そのですねテフロンが危険だっていう噂っていうのをやっぱりそう耳にしてしまうとですね、どうしてもそれ気になっちゃうなっていう方も多いんじゃないかなと思います。やっぱりテフロンのフライパンってすごく手軽な値段で手に入りますし、あとは調理とかもすごくくっつかなくって楽だし、お掃除とかもすごい楽だったりして、簡単にどこにでも売っていて、安いお値段で買えて、かつ料理がすごい楽、後片付けも楽、洗うのも楽っていうことで、結構ですねテフロンのフライパン使ってる方って多いと思うんですよね。なんですけども、やっぱりそのテフロンが危険っていう噂も耳にすることが多い、はずなんですよね。なのでじゃあいつも使っているテフロンのフライパン、どこにでも売っているテフロンのフライパン、それが危険だよっていう話を聞いてしまったら、じゃあ今持っているテフロンのフライパンどうしたらいいのかとかですね、あとはじゃあテフロンじゃなかったら一体何使ったらいいのっていうふうにですね、思う方も、たくさんいらっしゃるかと思います。それで悩んでしまうとかですね、そういう方も多いんじゃないかなと思っています。何気なくそうですね、噂は聞いているんだけれども、ちょっと耳を塞いでそのまま使っているっていう方もいるかもしれないんですけども、やっぱりですねどっかで危険っていうふうに言われている、ので、ちょっと気になっちゃうなっていう人も多いと思いますので、今回はですねそのテフロンが本当に危険なのかというところと、実際ですね私が普段家でどんな調理器具をですね使っているかっていうのをですね、ご紹介するという流れでやっていきたいと、思います。で、実際ですね私も昔は何もそういったことをですね考えてなかった頃、そういった情報を知らなかった頃は結構長年テフロンのフライパンとかを使っていました。なんですけども、やっぱりそういったですねテフロンは危険なんじゃないかっていう噂を何度か耳にしていろいろ調べていくうちにですね、やっぱり調べれば調べるほど、結論から言いますと、調べれば調べるほど使わない方がいいなっていう結論に達するわけなんですよね。なんかちょっとやっぱりやばいなこれはというところになります。その細かいですね詳しい話とかはいろいろ調べていただけばわかると思うんですけれども、やっぱり最終的にですね、使わない方がいいんじゃないかという結論に私は達したので、そんな私がですね結構何年か前からですねそういったことに気づいてからいろいろ試行錯誤をして、どういう調理器具が安心安全なのか、っていうところをですね、いろんなものを実際購入して使ってみて調べてですね、これがいい、これがベストだっていう選択肢を、今現在はですね選択したものを、使っていますので、それをですね全てご紹介していこうかなというふうに思います。なんで、この動画をですね最後まで見ていただければ、実際そのテフロンのフライパンについて何かしら不安に思っているとか、どういうフライパンなら安全なのか、どういう調理器具を使っていけば安心安全なのかっていうことがですねわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
はい、ということでですね、まずはそのテフロンが有害と言われている理由ですね。本当に危険なのか、本当に有害なのかといったところなんですけども、まずそもそもテフロンって何かといったところですが、テフロンっていうのはですね、実は商品名なんですよね。アメリカにあるデュポン社という会社がですね、つけた名前で、特許を取っているわけなんですね。なので、デュポン社のものはテフロン加工っていうふうに言うんですけれども、テフロン加工っていうのはイコールフッ素樹脂加工というものなので、他の会社もたくさん、テフロンと似たようなものを出していまして、なんですけど、デュポン社っていうのが特許を取っていますので、デュポン社のものはテフロンっていうふうに呼ぶんですけども、それ以外のものはフッ素樹脂加工というふうに呼ばれています。ほとんど変わらない、大体同じものと思っていただければ、大丈夫です。で、そのフッ素樹脂加工テフロンですねを行うことによってどうなるかっていうとですね、そのフライパンの元々の素材、鉄だったりとか、スチールとか、アルミとかですね、そういったもの、元々の素材があって、その上にそのフッ素樹脂加工っていうのをこうするんですね。そうすると、その元々の、素材とそのフライパンの上に乗せる食材の間にこう薄い膜ができます。で、その膜がフッ素樹脂なんですけれども、それを設けることによって、加熱してもですね、そのフライパンの元の金属に食材がくっつかないようにしてある加工。それがテフロン加工、フッ素樹脂加工というものですね。で、それをしてあることによって食材が目玉焼きとかね、した時にくっつかない、スルーッとこう動いてくれてくっつかずに、焦げつきにくいという仕組みになっています。ですごくですね、本当にそのテフロン加工っていうのがしてあるとくっつきにくくって非常にこう料理がしやすいといったところなんですけれども、ただですね、やっぱり長年使っているとそのテフロン加工が剥げてくるっていうことがあるんですよね。長年って言ってもですね、もうよっぽどいいやつだったら結構半年とか1年とか使えると思うんですけども、例えば本当1000円とか300円ぐらいで売ってる最近フライパンとかあるんですけれども、そういったものになると本当に数回使っただけでそのテフロンが剥げてきます。フッ素樹脂がですね、剥げてきてしまいます。で、それが例えばその使うヘラとかだったりとか、あと洗った時にちょっと強いスポンジたわしとかで洗っちゃって傷がついてそこから剥げてくるとか、いろいろあるんですけれども、これが剥げてくると、その剥げた部分っていうのはそのフッ素樹脂が膜がないという状態なので、そこはもう食材がくっつくっていうことになってしまいますよね。なんで剥げる部分がこう広くなってくると、もう部分的にですもうですね、いっぱい剥げてくるとだんだん食材がくっつきやすくなってきてしまうということになります。なので最初こうつるーんとですね、この浮いてくれた目玉焼きとかもだんだんこうくっついてきてしまうようになってくる。で、くっついてくるともうこのフライパンダメだなっていうことで買い替えみたいなことになっていくわけなんですよね。で、ちなみにテフロン加工とかフッ素樹脂加工って書いてあるもの以外にマーブルコーティングとか、あとはダイヤモンドコーティングとか、あとはチタンコーティングっていうものとかも目にする機会があると思うんですけども、あれはですね、何かっていうと、あれもほぼそのフッ素樹脂加工と同じなんですが、フッ素樹脂加工にさらにマーブルコーティングっていうのをしてあったりとか、さらにダイヤモンドコーティングっていうのをしてある。なんかマーブルコーティングってちょっとなんていうんですかね、マーブル模様みたいになっているようなものなんですけれども、っていうものなので、そういったマーブルとかダイヤモンドとか、チタンとか、そういったものが書いてあるのはフッ素樹脂加工をより強化したものだと思っていただければ、OK です。なのでフッ素樹脂加工と、そこまで変わらないのかなといったところですね。
で、そのテフロンの、何がダメなのかっていうところなんですけれども、一番問題なのは、そのテフロン加工っていうのは熱に弱いといったところなんですね。熱とか、あと摩擦にも弱いです。摩擦にも非常に弱い。表面だけをそうやってコーティングしてあるので、簡単に剥がれてしまうし、熱によっても剥がれるし、そういった衝撃とかヘラとかのですね衝撃とかによってもすぐに剥がれてしまう、コーティングなんです。なので特にですねそのテフロン、加工のフライパンとかに、注意書きとして書かれていることによると、高温では使用してはダメですよというふうに書いてあります。高温ってどれぐらいかっていうと260度以上というふうに一応規定ではなっているんですけれども、260度っていうとかなり高温なので、通常の家庭料理でそんなに高温になることってめったにないと思うんですけれども、ただですねやっぱり260度以上はダメって書いてあるっていうことは、それが絶対にダメなラインっていうことなので、もう少し低くてもちょっと危ないんじゃないかなというところがあるかと思います。あとはですねその金属のフライ返し、金属っていうとちょっと、こういう感じのものですね。こういう金属のフライ返しなんかを使うとダメですよっていうふうに書いてあります。こういったもので、テフロン加工のフライパンでこういったものを使って料理しちゃうと、もうすぐですねこの金属が当たることによって、コーティングが剥げちゃいますよと、いったことが書いてあります。なので基本的にこの金属ヘラは使えないということになりますよね。そこが注意が必要です。ということと、あとスポンジですね。洗う時のスポンジも柔らかいスポンジじゃないとダメなんですよ。ちょっと金たわしとかで洗う人はさすがにいないかもしれないんですけども、たわしとか白とかであってもですねちょっとたわしみたいなものとかスポンジでも若干硬いめのやつってありますよね。そういう硬いスポンジで洗ったりするのも NG ということですね。で当然強火はダメなんですよ。料理する時って炒め物って結構強火でやりがちなんですけども、強火でやってるっていう方多いかもしれないんですけども、それはやっぱりですねそのちゃんとしたガス台でしかも鉄のフライパンとかを使っているのであればやっぱり炒め物って強火ですると美味しいんですけれども、家庭にあるガスコンロでですねでかつそのテフロンとかのフライパンを使って強火は絶対に NG なんですよ。なので、強火はダメ。炒め物とかであっても中火でやる必要があります。でもちろん空炊きっていうのはすごく危険なので空炊きもダメですね。 NG です。ということでやっぱりそのテフロンのフライパンって実はその簡単に誰でも気軽に使えるっていうふうに思いがちなんですけども、使い方には非常に注意が必要になってくるわけなんですね。なので汚れもさっと落ちるしですね便利なフライパンなんですけれどもそういう使い方にはまず注意しなきゃいけないというところがありますので、今ご自宅にテフロン加工のフライパンを持っているよっていう方はですねまずそこを注意していただきたいなというふうに思います。はい。で、それ高温とか金属ヘラとかたわしとかを使うとそのテフロン自体が剥げてきちゃうからダメなんですよっていうのもあるんですけれども、その、もっと危険だと、そもそも根本的にテフロンが危険だと言われているところに、次の2点があります。それが何かと言いますと、そのテフロン加工をするときに使用するPFOA という物質があるんですね。ペルフルオロオクタン酸っていうちょっと長い名前なんですけれども、そのPFOA っていうのがですね、ちょっと体に有害だというふうに言われていて、そのPFOA っていうのも有害だし、あとフッ素樹脂自体もですねやっぱり有害だというふうに言われていて、それがやっぱりそのちょっとした熱とかですね刺激とかで剥げてしまってそれが体内に
入りますよね。食べ物と一緒に炒めたりとかしているので入ってくる。で、その入ってくる量っていうのは非常に微量なんですけれども、それが体に蓄積、どんどん5年も10年も15年も20年もっていうふうにどんどんずっとテフロン加工のフライパンを使っていると、それがどんどん体に蓄積していくことになりますよね。なので、それが有害だというふうに言われているのがまず一つ目です。で、二つ目がですね、高温で加熱していく際に、そのテフロンから有毒ガスが発生するということも言われているわけなんですね。この2点がテフロンが有害だと言われているゆえんだといったところになります。で、そのデュボン社の見解としてですね、そのメーカーが言っている返答というか、危険ではありませんよって言っている内容として、例えばですね、金属のヘラとかで剥げたりして割れたそのテフロン加工の破片っていうのが体内に入っても、それは安全ですというふうに実験がされていて、安全性が確認されていますよというふうに言われているんですね。それは言及されているわけなんですけれども、ただその溶け出したものとか、その高温によってですね、溶け出したものが微量であっても体にどんどん蓄積されていったらどうなるのかっていうことは実は言及されていないわけなんですね。安全性が確認されていないんです。なので、要は安全性は不明ですよということになるわけなんですね。実際問題、今そういった状況です。なので、結果としてはやっぱりテフロン加工、フッ素樹脂加工っていうのは危険か安全かっていうと、科学的にはわからないっていう状態なわけなんですね。なので、結論からするとやっぱりわからない、危険かどうかわからない、安全かどうかわからないっていうものを普段から使うのってやっぱり抵抗がありますよね。なので私の結論としてはそういったものは使わないという結論に至っております。なので、まずはその一つ目の PFOA とか、あとPFOS っていうのもあるんですけれども、それが使われていないものをもしテフロンのフライパンを選ぶとすればですね、ものを選んだ方がいいので、PFOA フリー、PFOS フリーっていうふうに書かれているものを選んだ方がいいということがあるんですけれども、ただですね、今はその2つってほぼ廃止されているっていうことなので、それが使われているフライパンってあんまりないかと思います。なのでそこはそこまでですね、気にしなくてもいいのかなっていうところなんですけれども、やっぱりどのみちですね、そのテフロンが剥げてくるとか溶け出してくるとか有毒ガスが出るっていう可能性は絶対ないとは言えないということなので、なるべく避けた方がいいのかなというふうに思います。で、あとですね、テフロンとはちょっとまた違う話なんですけれども、その使う調理器具としてアルミの鍋とかっていうのもありますよね。和食とかでよく使う雪平鍋とかアルミ製のものが結構多かったりするんですけども、このアルミの鍋っていうのもちょっとなるべく避けた方がいいのかなというふうに私は思っています。なんでかっていうと、これもテフロンと同じで、いろいろ意見があるわけなんですよ。全然安全だよって言ってる人もいれば、危険だって言ってる人もいて、でそれもやっぱり科学的に、どちらもきちんと証明はされていないわけなんですよね。なんかアルツハイマーの原因になるとかっていうふうにも言われたりしていて、とにかくアルミについても人体への影響っていうのは明確にはなっていないので、そういったわからないってものに関してはなるべく避けていった方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、アルミ製の鍋もですね、ちょっと避けるようにしています。で、アルミって言い出したらもっとですね、そのアルミの鍋を使って微量に溶け出しているもののことを心配するよりも、もっと別にアルミホイルでなんか包み焼きとかしてそれで加熱したアルミを食べるっていうか、
アルミが溶けてるかもしれない食材を食べるとか、あとはベーキングパウダーとかですね、ベーキングパウダーにも結構アルミって入っているので、そっちの方が多分おそらく体内に入ってくる量がすごく多いと思いますので、ベーキングパウダーだったらアルミフリーのものを使うとか、そういったところをですね気をつけていった方がいいんじゃないかなとは思うんですけども、調理器具で言ったらアルミもなるべく避けた方がいいかなといったところですね。はい、ということで、ここまでご説明してきたように、やっぱりテフロン加工のフライパンっていうのは、なるべく避けた方がいいなというところなので、できれば違うものを使っていきましょう。そしてもし今テフロンのフライパンを使っている、どうしてもちょっと買ったばっかりだからまだ捨てるのもったいないとか、そういった場合は高温に注意していただく、強火にしない、空炊きはしない、あとは金属ヘラとかたわしとかそういうものを、使用しないとかですね、そういったところをまず気をつけていっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、じゃあ私がですね普段どんな調理器具を使っているのかっていうのをですねざっとご紹介していきたいなというふうに思います。はい、じゃあまずはですね、このお鍋ですね。ちょっとこれ1個持ってくるの忘れちゃった。基本私ステンレスを使うことが多いんですけども、まずは普段煮物とかによく使うこれですね。ちょっとこれが映っちゃいますね。ビタクラフトっていうものなんですけども、蓋があって、こういったものですね。オールステンレスっていうか、ステンレス多重構造鍋なんですけども、ちょっとステンレスの鍋なんだけど、ちょっとこの厚みがあるんですね。分厚いです。これが多重構造に5層ぐらいになっていて、表は全部ステンレスなんですね。で、これはですね、ビタクラフトのルイジアナっていうやつですね。ルイジアナ。いろいろね、ビタクラフトってこのアメリカの州の名前が書いてある種の名前がついているんですけども、これとあともう一個ですね、ビタクラフトの大きいたくさんカレーとかを作るような鍋もあるんですけど、それちょっと今持ってくるの忘れちゃったんですけど、それを愛用しています。で、このビタクラフトとかはこの絵のところまで全部この継ぎ目のところまで全部ステンレスなんですよ。なのでここの取っ手がグラグラしてくるっていうことももうほぼないですし、洗う時もすごい便利なんですね。ここの取っ手が黒い樹脂みたいなのになってるフライパンとか鍋とかって多いと思うんですけども、そういうのだとちょっと強めにするとここがちょっと溶けちゃったりとか、あとグラグラしてきたりとか、継ぎ目がねネジとかではまっているやつとかだとしてきたりとかするんですけども、全部これステンレスなので非常に洗いやすいですし、かつちゃんとこの熱がこの取っ手のとこには伝わりにくくなっているので、これずっと持っててもここ取っ手は熱くならないので非常に使いやすいです。で、焦げ付きにくいですね。はい。で、この多重構造の無水鍋なんですよね。無水鍋になっているので、本当に水を入れない、もしくは少ない水で調理をすることができるので、なんて言うんですかね、無水鍋っていろいろ種類あるんですけども、これもその一つでして、もうこのまま蓋を密閉して、蓋が圧力でですね、圧力鍋みたいな状態になるというか、密閉されて中の食材が温まっていくので、短時間で早く煮物とか作れたりします。なのでこのビタクラフトもすごいおすすめですね。はい。そして続いては、そうですね、フライパンですね。このテフロンのフライパンを使っていなくて、じゃあどういうフライパンを使っているのかっていうと、今使っているのがこちらですね。これはですね、バッラリーニっていうイタリア製のですねフライパンなんですけれども、これもこの取っ手のとここんな感じのステンレスで、裏はこんな感じですね。これめちゃくちゃ硬いんですよ。
こんな感じで石みたいな硬さなんですね。でこれフライパンに関しては私はいろいろ試行錯誤をして、前は日本製の鉄のフライパンを使っていたんですよね。なんていう名前だったっけ、リバーライトってやつですね。リバーライトっていう鉄のフライパンを昔は使っていたんですけども、やっぱり鉄が一番いいっちゃ一番いいんですけれども、ステンレスとかですね、鉄のフライパンでいくとステーキとかすごい美味しく焼けるんですごいんですけど、ただやっぱり鉄のフライパンっていうのはお手入れが結構大変なんですね。油敷かなきゃいけなかったりとか、すっごい温めてから食材油入れなきゃいけなかったりとか、結構ですね、ちょっと手を抜くと錆びちゃったりとかして、錆ももちろんね落ちるんですけれども、なかなかですね普段ちょっと手軽に使うっていうのが難しくて、きちんと手入れをしなきゃいけないので、それがちょっと面倒だったので、今はこのバッラリーリの、これも多重コーティングしてあるやつなんですけども、これがグラニチウムコーティングっていうやつなんですね。グラニチウムっていうやつで、なんか御影石みたいな感じになっている、本当に硬い石みたいなやつなんですよね。見た目もちょっと石っぽい感じなんですけども、でこれがグラニチウムエクストリームコーティングっていうやつでですね、この耐摩耗性に非常に優れている5層コーティングなんです。でこれに関してはなんとこういう金属ヘラが使えるんですよ。これでカン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 ガーってやっても大丈夫ってやつなんですね。で私すっごいこういう金属ヘラを使うんですよ。なんかこれなんか有名な人のセットがあって、こういう感じで、これ全部金属なんですよね。お玉とかこれわーってこれ全部金属なんで、やっぱりこういう金属のこのヘラとかお玉とかが使えるやつじゃないとダメなんで、ちょっとフライパンはやっぱね、鉄とかこういう強いものじゃないといけない。もうすっごいね、なんかこれとこれあるとやっぱテンション上がるんですよ。はい、なんでこういうものを使っています。このバッラリーニすごいね、おしゃれなんですよね。なんかいかにもちょっとイタリアって感じですね。こう見た目もすごいスタイリッシュで、これもちょっと気分が上がります。はい。で、フライパンに蓋するんですけど、これがそうですね。これがそのリバーライトの鉄のフライパン使ってた時のセットになっていたやつで、ここちょっとキーなんですが、これはステンレスですね。でそれがちょうど別にサイズがちょうどこれに合うので、こんな感じでこれも使っています。はい。ということで、これちょっと難点はですね、重いってところですね。若干結構重いので、そのテフロン加工のフライパンとかの軽いやつに比べると重いので、こう鍋を振る、フライパンを振るってことがちょっと難しい。ちょっとひ弱な女の子にはちょっと難しいかなっていうところがちょっと難点かなといったところはあります。はい。そしてですね、続いては卵焼き器ですね。卵焼きを作るフライパンはこれを使ってます。これがですね、これです。グリーンパンです。こっち向きじゃない。グリーンパンですね。グリーンパンは有名なのでご存知の方も多いと思うんですけども、グリーンパンのこれどういうちょっとね名前か、忘れちゃったんですが、こういう風にグリーンパンもいろんな種類があるんですけども、卵焼き器でもあるんですが、これは取っ手の部分がですね、またこうやってさっきのバッラリーニと同じような感じでステンレスになっているので、ここもすごいお気に入りポイントですね。これもこう見た目がすごくねスタイリッシュなんですよ。おしゃれですね。はい、こんな感じになっています。でこのグリーンパンはねやっぱりすごくいいんです。めちゃくちゃそういった有害物質使ってませんっていうことを謳っている、ところなので、このグリーンパンっていうのはセラミックノンスティッククックウェアっていうふうに、言っていて、安全でかつ簡単に洗えて使い勝手が非常に良いというフライパン
なんですね。で鍋とかもあるんでいろいろあるんですけども、非常に信頼できるブランドメーカーですよね。でそのグリーンパン曰く、いかなる有毒ガス、持続性汚染物質も排出せず、PFOA ですね。PFOA、ペルフルオロオクタン酸とか、PFAS、パーフルオロアルキル化合物とかいう有害と言われているものは一切含んでいません。でかつ鉛とかカドミウムっていうものももちろん含んでいませんよってことが、明記されてそれを謳っているわけなんですよね。なのでこのグリーンパンの、シリーズっていうのは非常におすすめですね。なので私は卵焼き器はこれを使っています。もちろん別にこれでハンバーグとか焼いてもいいんですけどね、結構大きめの横幅広いワイドなやつなので、もうこれもう本当にくっつかないんですよ。全然くっつかもう油引かなくても卵焼き作れるっていうぐらい、くっつかないです。でかつさっきのバラリーニもそうなんですけど、耐久性もすごい優れているので、かなり長く持ちます。もう、フライパンとかはですね、コーティングとかしてあるやつは、若干もしかしたら10年とか使ったら剥げてきたりするかもしれないんですけども、さっきのこういったビタクラフトとかに関してもこれ一生使えるぐらいのものなので、これとかは結構お値段張る、8,000円とか1万円とかなんかするぐらいはするし、このバラリーニも6,000、7,000円ぐらいとかはするんですけれども、テフロンのフライパン1,000円2,000円のものを買って1年2年で買い替えるっていうことを考えると、絶対こっちの方がコスパはいいです。はい。そしてですね、その他なんですけども、ちょっとこう簡単にお湯を沸かすとか、ちょっと飲み物温めるっていう時もミルクパン、ミルクパンあるんですけど、ミルクパンも同じようにオールステンレスっていうのを使っています。これだとやっぱりこのね絵のところとかもいいですし、非常に洗いやすい、手入れがしやすいです。で熱伝導も非常にいいですね。はい、そしてですね、あと普段もう毎日のように使うのがこれですね。ちょっと重いかな。はい、これです。せいろですね。せいろはすごい毎日使うんですよ。でこのせいろのこの鍋もオールステンレスのものです。はい。でせいろは何に使うかっていうと、いろんな使い道があるんですけれども、うちには電子レンジがないんですよね。なので電子レンジで、物を温めるってことができないので、なんか食材を温めたい時とか、あとお米とかいっぱい炊いて小分けにして冷凍しておくんですけども、それを解凍する時とか、普通に電子レンジの役割、通常、今の現代社会の一般家庭っていうのは電子レンジがある家がほとんどだと思うんですけども、電子レンジの用途の代わりを全てこのせいろがやってくれるんですよ。確かに時間は電子レンジよりかかるんですけれども、もう時間がかかるっていうこと以外のメリットが多すぎるんですよね。せいろで物を温めるとそれだけで美味しく仕上がるっていうのがまずありますし、あとこれ何段、今2段しか載せてないんですけど3段ぐらいとか載せれるので、何個も一気に温めることができます。でかつその冷凍のご飯を一番下で温めながら、2段目にはじゃあ生の野菜入れて蒸し野菜を作って、で一番上には昨日の残り物のおかずとかを置いて温めてとか、そういうことができるので、解凍、蒸し料理、温めっていうのが一台三役で同時にできちゃったりとかするんですよね。でかつ電子レンジって便利なんですけど、電子レンジで温めるとまずくなるじゃないですか。味が落ちるんですよね、やっぱり。なのでその電子レンジで温めてまずくなるよりは、
これで温め時間はちょっとかかるんですけれども、これで温めることによってそのカピカピになったりしないし、水分保持して、なんかより美味しくなるぐらいな感じなんですよね。もう冷凍ご飯とかも電子レンジでチンってしたやつと、これでほかほかほかって温めたやつってもう全然味が違いますし、あとは気分的にもなんか電子レンジでウィーンって言ってチーンみたいな感じになる機械的な感じよりも、これでふわ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 ってこう湯気が上がってきてですね、でかつこのせいろの素材の匂い、いい香りがしてくるんですよ。これ竹なんですけど、竹のいい香りがしてきたり、これ例えばもっといい素材、ヒノキとかにすればもっといい香りがしてくると思いますし、そういったですね、これもテンションがやっぱり上がるんですよね。美味しいものを食べたいっていうテンションがめちゃくちゃ上がるので、もうせいろは本当にですね、本当におすすめです。はい、で結構ちょっと時間が長くなってきてしまったんですが、あと持っているものとしては土鍋ですね。これめっちゃ重いんですけど、土鍋です。土鍋はやっぱりいいですよね。鍋とか普通に鍋とかもいいですし、よく私は小豆を炊くんですが、小豆を炊くのはもうね、土鍋がすごい美味しく炊けます。豆を炊くときはやっぱりこの土鍋で、炊いています。これはハリオのガラスの部分、すごいお安い感じのやつなんですけども、こういう感じですね。ものを使っています。はい、そしてですね、あともう一つ最後におすすめなのがこのグリラーです。グリラーってやつですね。これすごいおすすめなんですよ。私すごい魚焼きグリルをもうほぼ毎日ぐらい使う人なんですけれども、なんでそれ使うかっていうと、これがあるからなんですよね。魚焼きグリルってちょっと面倒じゃないですか。こうやって簡単に美味しく魚とか焼けるんだけれども、このいちいちこの網とか洗わなきゃいけないし、このグリルの中と庫内とかもですね、結構すごい汚れるので、掃除とかが大変なのでちょっと敬遠しがちだと思うんですけども、このグリラーがと中って感じになっていて、こういう風なものなんですよね。でここに魚でも肉でも野菜でも何でもいいんですけども入れて、これ蓋をして魚焼きグリルにこれ蓋した状態で入れて加熱するんですよ。そうするとこれもう蓋しているので全くグリルが汚れないですよね。なのでグリルをもう一切汚さずにそのグリル調理ができるというものなんですね。なので掃除の手間がもうこれ洗えばいいだけなので、非常に楽です。なので、グリルをすごく活用しています。でこのグリラーってやつ2000円ぐらいで買えるんですよ。でしかもこれ日本製で全て手作りで一個一個手作りみたいな感じで作られているんですよね。なのでちょっと物に個々の特徴があるっていうか、全部きれいに型通り同じって感じではなくて、そこもちょっと味があっていいところなんですけども、裏こんな感じですね。でこれ色も私は黒を使っているんですけども、すっごいカラフルなバリエーションがいっぱいあって、でしかも安いっていうですね、このグリラーっていうのはすっごいおすすめです。なんでこのなんていうんですかね、ダッチオーブン的な使い方もできるし、もちろん蓋開けた状態で、これコンロの上に普通に置いて使っていくこともできますし、蓋開けてグリルに入れることもできるし、何でも使えるんです。ただ焼くだけじゃなくてグラタンとかそういうのも使えるし、野菜をちょっと蒸すみたいな料理もできるし、もうハンバーグとかもこれで焼けちゃったりとかで、蓋したままですね焼いちゃったりとか、いろんなこれねバリエーションがあってもう万能なんですよ。なんでこれちょっとねすごいおすすめです。これと似たような感じのもので、昔はそのリンナイとかパロマとかのちょっといいなんていうかビルトインのガスコンロとかだと、これに似たような感じのものがちょっとオプションとしてあって、それ結構1万円ぐらいとかするんですよね。でもほぼほぼ同じ用途で使えるので、この2000円ぐらいのグリラーは非常におすすめですね。はい、
ということで、こんな感じでですね、調理器具すごい私少ない方だと思うんですけども、こんな感じでいつも安心安全なものを使って、料理をしています。で、ちょっと今日は鉄のフライパンとか鉄鍋とかなかったんですけれども、鉄もやっぱりすごいおすすめなんですよね。手入れがちゃんとできるのであれば、鉄もすごいおすすめです。で、鉄はなんでおすすめかっていうと、もちろん鉄鍋で料理するとすごい美味しくなるし、鉄のフライパンでステーキとか焼くと本当に美味しいですし、美味しいっていうのもあるんですけれども、やっぱり鉄分が同時に取れるっていうのも非常にすごいメリットですよね。鉄不足の女性がやっぱり多いと思いますので、鉄不足で鉄分補充したいなっていう方は鉄のフライパンなんかもすごくおすすめです。はい、ということで今日はですね、すごく長くなってしまったんですけれども、テフロン加工の危険性やめた方がいいですよっていうところと、あとは普段私が使っている安全で安心で美味しく調理ができる調理器具について、ご紹介しました。普段このチャンネルはですね、発酵食についてですとか、あとは食と健康、そういったことをテーマに、いろんなお話をさせていただいておりますので、この動画が良かったなと思われた方はぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あと発酵食について詳しく学びたいという方はですね、発酵食を詳しく学べる講座っていうのもご用意しておりますので、概要欄の方ですね、タップしていただきますと詳細が載っております。で、その発酵食講座についてはですね、講座っていう形でボーンとですね、購入していただけるものもありますし、あとは YouTube のメンバーシップっていうのをやっていまして、そのメンバーシップに入っていただきますとですね、その通常販売している講座よりもかなりお得な形で、同じ講座を動画の講座なんですけれども見ていただくっていうことができますし、あとは、そうですね、メンバーシップの中でちょっとですねライブ配信なんかも予定をしていますので、ぜひですねそちらの方も興味ある方は覗いてみてください。はい、ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。